私の名前はひろこ、75歳で、夫は3年前に76歳で他界した。今は孫のさくらと2人で暮らしている。孫は23歳で今年就職をしたばかりだ。私には一人娘のあきこがいるが、結婚後にさくらを残して家を出て行ってしまった。もともとおとなしい子だったあきこは、夫のひろしと付き合い出してから生活が荒れてきた。就職してからひろしと付き合い出したようで、20歳の時にさくらが妊娠したことが分かった。そのままあきことひろしは結婚したものの、若い二人はまだ遊びたい盛りだ。あきこの夫のひろしは、あきこより2歳年上で会社員をしていた。結婚の挨拶に来た時も、服装はだらしなく、武将髭を生やして、とても会社員には見えなかった。その頃は IT ブームでインターネット関連の会社が人気で、娘婿の勤める会社も景気が良かった。まだ若い娘婿も今では考えられないほどの高給をもらっており、高級なマンションに住んでいた。今度、ひろしの会社のパーティーがあるから、娘を預かってちょうだい。娘夫婦はそう言っていつも当たり前のようにさくらの面倒を私に押し付けてきた。遊んでばかりいないで子供の世話もしなきゃダメでしょ。孫と一緒にいられる私は楽しくていいが、親といられない孫がかわいそうだった。そんな私の忠告など無視をして、娘夫婦はいつも遊び歩いていた。生まれてからずっと私たち夫婦が孫の面倒を見ているので、孫も親よりも私たちに懐いてくれた。しかし IT ブームもいつまでも続くことはなく、あっという間にバブルは弾けてしまう。今まで遊び歩いていた娘夫婦は貯金など全くなかったようだ。娘婿の勤める会社はあっという間に倒産してしまい、娘夫婦は生活できなくなってしまう。母さん、お願い。さくらの面倒を見てもらっていい？生活費は送るから。娘夫婦は IT ブームが永遠に続いて、娘婿の会社も一生景気がいいと思い込んでいた。そのため、借金をして買い物をしていたようで、すでに倒産寸前だった。二人で住み込みで働いて借金を返さなきゃならないから娘を頼むわ。半ば強制的に孫を押し付けて娘夫婦はいなくなってしまった。借金取りからの取り立ても厳しくて、夜逃げ状態で姿をくらませてしまった娘夫婦。残された孫はまだ2歳で、親の愛情が一番欲しい時期であった。逆に2歳で物心もついていなかったため、初めから親は私たち夫婦と思っていたようだ。私たち夫婦もさくらを自分たちの本当の娘と思って育ててきた。夫も孫の育児には積極的に参加してくれるし、学校行事にも進んで参加した。若いお父さんの中に俺みたいな年寄りがいて、さくらには申し訳ないな。学校行事が終わるたびに夫は孫に謝っていた。そんなことないよ。おじいちゃんが来てくれるだけで嬉しい。親がいないのに優しい子に育っていく孫の成長が生きがいになっていた。孫の生活費を送ると言っていた娘夫婦からは一切連絡がなかった。正直、多額の借金を抱えている娘夫婦には期待はしていなかった。それでも孫の様子を電話で聞いてくるくらいはあると思っていたが、それもない。孫の誕生日にも連絡もしてこない娘夫婦に怒りを感じていた時に電話が来た。もしもし、お母さん？あきこだけども、お金を貸してくれないかな？孫を心配する電話ではなく、金の無心であった。
今どこにいるの？どうして連絡してこないのよ。私は怒るような口調で返事をする。居場所は教えられないから。それより、なんとかお金貸してくれない？お金のことで頭がいっぱいで、孫のことなど気にしていない。私たちにもそんな余裕はないのよ。まだ借金は残っているの？娘は慌てているようで。わかった。また後で連絡するね。そのまま娘は電話を切ってしまい、孫のことなどを一言も話さなかった。普通なら孫の声を聞きたいはずなのに、全く気にかけていない娘にがっかりしてしまう。携帯電話の番号は教えてもらったが、いつかけても電話に出ることはなかった。孫も小学校の高学年になってくると、自分の本当の親について聞いてくるようになった。私のお父さんとお母さんは今どこにいるの？なかなか返答に困ってしまっていると、さくらのお父さんとお母さんはお仕事で忙しいから、もう少ししたら帰ってくるからね。夫が代わりに答えてくれる。寂しいのかい？思わず私が孫に聞くと、私はおじいちゃんとおばあちゃんがいるから全然寂しくないよ。明るく笑って答える孫は、私たち夫婦に気を使っているのがわかり、かわいそうだった。孫が中学校に入学するとき、娘から電話があった。さくらも今度は中学生なんだね。お祝いを送るからさくらによろしく伝えてね。珍しく娘と落ち着いて話すことができた。今はどこで何をしているの？せめてどこに住んでいるかだけでも知りたかった。私たちもだいぶ落ち着いてきたから、もう少ししたら戻れるかもしれない。戻れるという言葉に驚いた。借金はもう返し終わったの？旦那さんとはまだ一緒なの？私の矢継ぎ早の質問に娘は笑いながら答える。借金はまだ残っているし、ひろしも一緒にいるよ。できればあの娘婿とは別れてほしかった。それじゃあまた連絡する。そう言ってまた一方的に電話を切られてしまった。しばらくして現金書き留めでお金が送られてきた。差出人の住所を見ると、はるか遠くに住んでいることが分かった。孫に娘からのお祝いを封筒ごと渡したが、驚くほどにあっさりとした反応しかしない。孫が喜ぶと思っていたので、よかったね。お父さんとお母さんから入学のお祝いが来て。孫にしてみれば、両親は写真でしか見たことがない。お祝いより電話で声を聞きたかったようだ。思い切ってそれまで知らせていなかった娘の携帯電話の番号を教えてあげた。この番号がお母さんの電話番号だから今度電話してみれば？孫は電話番号を書いたメモを興味深そうに見ていた。電話しても何を話していいかわからないから今は電話しない。緊急の時のためにもらっておくね。そう言って電話番号を書いたメモをしまった。そのメモは夫が倒れた時に使われることとなる。3年前に夫が急に倒れて病院に緊急搬送された。脳梗塞で意識が戻らないまま帰らぬ人となった。突然のことにパニック状態の私を孫が助けてくれた。おばあちゃん、落ち着いて。私がいるから大丈夫よ。孫のその言葉に何度も勇気づけられて、なんとか夫の葬儀を執り行うことができた。私一人では何もできなかったかもしれない。お母さんにも電話したんだけど繋がらなくて、
ショートメールも送ったけど返事は来なかった。葬儀も終わり、やっと落ち着いた頃に孫が悲しそうに話してきた。そうだったのかい。お母さんも忙しかったんだよ。孫を慰めてやったが納得できないようで。自分の親が亡くなったのに、お葬式にも顔を出さないのはひどすぎない？孫にしてみれば、母親よりもずっと育ててくれた祖父の方が身近なのだろう。この一件があってから、孫はさらに自分の両親を嫌うようになっていく。そんな孫も大学を卒業し、就職することができて、私の孫育てもやっと終了した。ほっとしたせいなのか、近頃胃が痛むと思い、かかりつけの医者に診てもらう。いろいろと検査をしたが原因がわからず、総合病院に紹介状を書いてもらい受診した。そこで検査を受けて、意外なことを担当医から言われる。家族も呼んで一緒に説明をしたいということだった。今度病院についてきてくれない？孫にそう伝えると驚いている。私にも話があるの？担当医師の言葉に私は覚悟を決めている。家族を呼んで説明するのであれば、それなりに重病だろう。孫と二人で担当医師の話を聞きに行くと、思った通り私は癌だった。それもかなり末期の癌で、余命半年と宣告されてしまう。考えてみると半年後、私は76歳で、夫の亡くなった年齢と同じになる。ある程度諦めていた私と違い、孫の驚きようは大変だった。担当医師の前でも号泣し、私に抱えられながら部屋を出るほど泣き崩れた。就職して、これからやっとおばあちゃんに孝行しようとしていたのに。孫の嬉しい言葉に私も泣いてしまう。まだ半年もあるのよ。その間にいっぱいおばあちゃん孝行して。そう言って孫を慰めるしかなかった。半年しかないのよ。そんなの辛すぎる。孫は半年は短いと思っているが、急に行ってしまった夫に比べたらずっと長い。おじいちゃんのように急いで行く人もいるけど、いつ天国に行くか分かっているのもいいんじゃない？入院をした私は諦めてそう考えるようにしたものの、一つ気がかりなのは娘のことだった。久しぶりに私は娘に電話をすると、あら、母さん、珍しいわね。どうしたの？電話して娘が出たのは初めてかもしれない。実はね、私末期がんで余命半年と宣告されたのよ。恐る恐る娘に話し、反応を確かめる。そうなの？わかった。心配だから私たちも帰るわね。まさか帰ってくるとは思っていなかったので、大丈夫なの？仕事はいいの？今まで何があっても帰ってくると言わなかった娘が急に帰るというのはおかしい。大丈夫よ。大切な母さんのためなんだから。娘のやけに慣れ慣れしい話し方も気になる。お父さんが亡くなったのは知っているわよね。確認のために娘に聞いてみる。父さんの時は帰れなくてごめんなさいね。忙しくて何もできなかったわ。すぐに娘婿と共に帰ると話して電話は切れる。娘だけでいいのだが、そんなことは言えなかった。翌日、早速娘夫婦が病院にやってきて、二人の変わりように驚いてしまう。20年以上会っていない娘はすっかり老けてしまい、若い頃の面影がない。おまけに化粧も濃くて、名乗られるまで自分の娘だとはわからないほどだ。娘婿はもともと会う機会が少なかったこともあり、初めて会う人にしか思えなかった。
孫もちょうど来ていたので、久しぶりの親子再会だった。しかし、娘の関心事は私のことらしい。余命半年って本当なの？元気そうに見えるけれど。どこか嬉しそうに話してくる娘の様子に、私も孫も嫌な気分になる。日によって調子のいい日と悪い日があるの。今日は調子がいいわ。孫は娘夫婦と一緒にいたくないようで、すぐに帰ってしまった。孫がいなくなるのを確認した娘がニヤニヤしながら話し始める。母さんの面倒を見るんだから実家に住むね。広い家にさくらだけだと物騒だしさ。さらに、面倒見るからにはここでの生活費もお願いね。わざわざ引っ越してきたんだから。勝手に押しかけてきて生活の援助まで要求してくる。娘夫婦と孫が同じ家で生活するのは不安だった。見舞いに来る孫に二人の様子を聞いてしまう。お母さんたちとの生活はどんな感じ？娘は困ったような顔をして、あの人たちとは何も話していない。ほとんど家に帰ってこないし。孫の話では朝孫が出社する頃は寝ているようで、帰ってくる頃にどこかに遊びに行っている。引っ越してきた日の夜は娘夫婦で家中何か探し回っていたそうだ。嫌な予感がしたので孫にも説明して大切なものは家から持ち出すように話していた。まさか本当に家探しして金目のものを持ち出そうとするとは思ってもいなかった。さらに孫は言いにくそうに、あの二人はおばあちゃんの財産を狙って帰ってきたのよ。なんとなくそれは感じていた。この前も私がいないと思ってひどいことを言っていたわよ。そう言いながらスマートフォンを取り出して男女の会話を聞かせてきた。お前のお袋の財産はどれくらいあるんだ？娘婿の声だ。家と土地は母さんが相続しているし、あとは父さんが亡くなった時の生命保険じゃないかな。娘が答えると、あんまりないんじゃないか？大丈夫かよ？娘婿が心配している。それでも黙っているだけで遺産が入ってくるのよ。ラッキーすぎでしょ。そうだな。それにここでの生活費まで出してくれるんだから文句は言えないな。その後、二人で高笑いしている。陰でこんなことを言う娘にショックを受けた。しかし、私以上に孫はショックだったようで。こんな人たち、私の親じゃない。私はおじいちゃんとおばあちゃんの子供だからね。泣きながら私に抱きついてくる孫。次の日も娘が病院にやってきて相続の話をしていく。とりあえず、財産をすべて教えて。今住んでいる家や土地はうちのものだよね。体調の良くなかった私は話をするのがやっとだった。その話は後にしてくれない？調子が良くないのよ。そんな私にはお構いなしに。しっかりしてよ、母さん。娘は怒り出してくる。ごめんなさいね。そういうのがやっとだった。見かねた看護師さんが、お母さん疲れたようなので、今日の面会はここまででいいですか？娘に帰るように促してくれて、仕方なく帰っていった。明日また来るから。あと半年しかないんだから、今のうちに準備しておかないと間に合わないのに。相続の話が進まないのでしびれを切らしたのか、とうとう弁護士を連れてやってきた娘夫婦。弁護士もいるから、今日でしっかり話を決めてしまうからね。看護師さんが娘たちを追い返そうとしたが、私もそろそろ決着をつけたかった。その日は体調も良かったし、弁護士もいるので都合が良かった。今日ここで遺言書を作成してしまえば、
母さんも安心して旅立てるでしょ。娘の話にさすがに弁護士も眉を潜めているが、なぜか娘婿は大受けしている。お母様の相続人は娘さんだけですね。弁護士が確認してきたので、はっきりと答えた。いいえ、孫と養子縁組しています。相続人は2人です。私の言葉に娘夫婦は驚いて、慌てて弁護士を問い詰め出した。それじゃあ、半分しか私はもらえないの？弁護士は冷静に答える。そうですね、半分ですね。私は弁護士を見ながら、財産はすべて孫に譲ると遺言書に書いてください。それだけです。少し弁護士は驚いた顔をしながらも、紙に何かを記入している。ちょっと待ってよ、そんなこと書かないでよ。私が弁護士費用を払っているんだから。娘がすごい勢いで怒鳴ったので、急いで看護師さんがやってきた。ごめんなさい、すぐ終わるから。私の言葉で看護師さんは戻っていった。遺言書はお母様の意思を表すものなので、誰も口出しできません。弁護士は淡々と作業を進めている。ちなみに、遺言書で遺産がもらえなくても、あなたには遺留分を請求できます。弁護士の話では、もともと娘がもらうはずだった私の遺産の半分のさらに半分、つまり4分の1だ。その話を聞いた娘婿は、なんだよ、全部もらえるからわざわざ引っ越してきたのに、たった4分の1かよ。苦笑いしながら病室を出て行ってしまう。それでも土地や建物があるから4分の1でも結構な金額になるわよ。自分に言い聞かせるように娘がわめいている。今、あなたが住んでいる家も土地も借りているものだから関係ないわよ。娘の顔色がどんどん青ざめてくる。それじゃあ、遺産は何があるのよ。娘はもう泣きそうな声でわめいている。現金だけよ。それもほとんど入院費に使ってしまったからほとんどないわ。ちょうどその時、遺言書が出来上がったようで、ここに署名と印鑑をお願いします。弁護士が遺言書を私に差し出してくる。内容を確認して署名捺印をして弁護士に渡した。これで遺言書は完成しましたので、あとは私がしっかり保管、執行いたします。弁護士はそう言って病室を出て行った。病室に残された私と娘はしばらく無言だった。さくらから聞いたわよ。あなたたち夫婦が私の遺産目的で帰ってきたことを。心当たりがある娘はブルブルと震えて、下ばかりを見て何も言い返せない。あの男と別れて、さくらと暮らすのはダメなの？今度は真っ赤な顔で怒り始める娘。親のことをチクるような娘と暮らしたくないわよ。自分の娘をそんな風にしか見れないのかと思うと、かわいそうになってくる。もういいわよ。遺産がもらえないなら帰るから。ただ無駄骨を折っただけよ。そう言い残して、娘も病室を出て行った。孫の話では、その日のうちに2人はいなくなった。わざわざ自分たちが呼んだ弁護士に、自分が不利になる遺言書を作成してもらった娘夫婦。さらには、娘に遺産目的で帰ってきたことまで知られてしまった。2人の行方はわからないが、私としては一番の心配事がなくなった。親の遺産など期待しないで、真面目に暮らしてほしい。夫は結構財産を持っていたので、かなり前から孫に生前贈与していた。税金がかからないように、ギリギリの金額を少しずつ孫の口座に移していた。だから、私が亡くなって遺産を少ししか相続しなくても大丈夫なことは知っていた。孫にはまだ話していない。
そろそろ教えてあげようと思う。私に残された時間はあとわずかしかないが、心配事も解決したので、安心して夫のもとに行ける。夫に会ったら、孫が立派な社会人になったことや、相変わらず情けない娘夫婦の話をしたい。あとは、孫や医師や看護師さんにお世話になりながら、迎えが来るのを待とうと思う。